さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、ルックアップテーブルについてです。ラットを使用すると、ゲーム画面の色合いや雰囲気を変更することができます。カラーグレーディングなどのエフェクトを使用して、画面の色調補正を行うこともできますが、ラットの場合だと、色の計算を事前に済ませておくことができるので、パフォーマンスに優れているようです。ということで、今回はラットを使用して、ゲーム画面の色味をレトロゲームや映画風にしてみます。まずはニュートラルなラットを用意します。ビルトインのプロジェクトでポストプロセスを使用している場合は、パッケージフォルダ内にあるラットをコピーできます。Unity の公式ドキュメントでもラットを確認できたので、今回は左のページから入手したラットを使用してみます。とりあえずはニュートラルなラットを用意できたので、続いては色味を変更する画面のスクリーンショットを撮ります。今回のサンプルでは左のような感じで通常曲とボス曲のスクリーンショットを撮影しました。とりあえずは必要な素材が揃ったので、続いては Photoshop で色味を補正します。先ほど撮影したスクリーンショットの上にラットレイヤーを配置して、調整レイヤーで画像の色味を補正します。まずはグラデーションマップを使用して、レトロゲーム風の色味にしてみました。左のような感じで、グラデーションの色や中間点を調整しています。グラデーションではなく、指定した色に変更したい場合は、グラデーションの設定をストライプにします。設定をストライプに変更すると、左のような感じで、カラー分岐点で色が切り替わるようになりますね。とりあえずはグラデーションマップで補正することができたので、続いてはカラールックアップを適用してみます。上部のメニューからカラールックアップを選択しました。今回は Photoshop に用意されているプリセットのラットを適用します。ティール&オレンジを選択すると、暗いところに青緑、明るいところにオレンジが適用されます。ティール&オレンジは映画などでよく使われる配色なので、適用すると映画のような雰囲気の色味になります。ボス曲の画面に青系のラットを適用してみました。ハロウィン衣装なので、ホラー系の色味も良いですね。色味の補正が完了したら、切り抜きツールを使用して、画像をラット用のサイズにトリミングします。公式ドキュメントで入手したラットの場合だと、256×16 ですね。トリミングが完了したら、ピング形式で保存します。とりあえずはラットテクスチャーが完成したので、続いては Unity のプロジェクトにラットを追加します。
今回のサンプルでは左のような感じでテクスチャータイプをデフォルト、圧縮はしない設定にしました。これでラットを適用できるようになったので、続いてはポストプロセスの設定を確認します。確認する数値は URP アセットのラットサイズですね。今回は 256×16 のラットを使用するので、ラットサイズを16にしました。1024×32 のラットを使用する場合は、ラットサイズを32にします。これでポストプロセスを適用する準備が整ったので、続いてはボリュームコンポーネントでエフェクトを追加します。ボリュームコンポーネントのオーバーライドボタンをクリックしてカラールックアップのエフェクトを追加しました。ルックアップテクスチャーに作成したラットを設定します。コントリビューションでエフェクトの効き具合を調整できます。とりあえずはラットを適用することができたので、エディター上で動作を確認してみます。ラットが適用されて、レトロな感じの色味になりましたね。映画風の色味を適用すると、こうなります。背景の街に合わせてサイバーファンク風の色味にしてみました。続いてはボス曲にラットを適用してみます。ホラー系の色味を適用すると少し不気味な感じになりますね。ピンクと黒のグラデーションでラットを作成してみました。ということで本日は Photoshop でラットを作成してゲーム画面の色味をレトロや映画風にしてみました。ご視聴ありがとうございました。